にちは、林林総会総長です。寒いとね、バイクに乗らない総長です。なので今日はですね、どこかに行く動画ではなく、総長の初心者さん向け講座にしようかと思います。最近ね、私の周りにもバイクに乗り始めたお友達がいるっていうのを別の動画でもねお知らせしていますけども、そのお友達のおかげで私の方が、私自身がねいろいろ改めて考えさせてもらうきっかけにもなっていて、今回こういう動画を撮ろうと思ったのも、初心者さんあるあるの、つまずいている不安な部分に関してですね、初心者に近い私の視点から、お話ししてみることで、少しでもね参考になるところがあれば幸いかなと思ってやってみようと思いました。あくまで私の経験ベース、持論も入っているし、当然プロやベテランにね教われるならそうしたいですよね。で、毎日とかね頻繁に乗れるならば、それだけでも上達の早道になるのでね、一番いいんですけども、そういう人ばかりではないと思うし、あと私の他の動画でもスクールや練習場を活用するのもおすすめですっていうことを言っていますが、実際はお金だったり時間の問題、あとそんなにね近くにないよとか、私自身もねめったに行けません。初心者さんだとね、そういうとこへ行くだけでも行くのにもすごい勇気が必要だったりとかしますよね。で、私の周りにはですね、陶芸親父をはじめ、バイクを乗りこなせる人たちがいます。陶芸親父も他の動画で出てきます。で、うちのことをね例にとらせてもらうと、もうバイクにまたがるのすらこわごわっていうところからバイクの世界に入った私のような類の人と、陶芸親父のようにですね、いつの間にか乗っててとにかく乗り倒してきて、でオフやサーキットの世界も知っているっていう類の人では次元が違いますよね。で、つまずくこととかあったかどうかも分かりませんけども、あったとしてもつまずくポイントも全然違うと思うんですよ。例えば私がそうですね、発信って、緊張するよね、難しいよねって、言ったとしますね。で、彼はなんで何がってなると思うんですよ。要はそういうところでつまずいてきてる人ではないってことですね。で、彼が無意識でできていることも私は意識をしないとできない。もちろん練習もしないといけないし、ただ練習するために意識をしないとできないんですね。で、私はね陶芸親父から教わる立場なんですけども、よく喧嘩になってしまいます。はい、で、短すぎても喧嘩になりやすいのかなとか、性格もあるのかもしれないですけども、そんなこんなで今回は発信に特化してお話を展開していこうかなと思います。本当に基本的なことで当たり前のことなんですけども、その当たり前の部分をね改めて意識してみようかなって思います。よろしくお願いします。で、発信のつまずきっていうと、エンストしやすいとかふらつきやすい、急発進もねたまにあるかもしれないですけど、要は、行動の流れに乗ったスムーズな発信がしにくいってことですよね。で、なぜ、スムーズな発信が、大事かっていうと、自分の後ろの人はですね、前の人がね当然行くものだと思って進んでくるわけですよね。で、そこでエンストとかってなっちゃうと流れを止めてしまって渋滞を作るとかっていうだけでなく、最悪追突される恐れも出てきますね。で、発信の場面ってとにかく多いと思うので、なのでそこは早めに克服したいところですね。で、次に
なぜスムーズな発信ができないかっていう要因を考えていきたいと思います。ただ女子によくある悩みなんですけども、このレバー類がですね自分の手に合っていないっていう、そもそも問題もあったりしますけども、今回はその辺は横へ置いておいて、で、確かにね私も教習車の時にもうクラッチの重さにはね本当に苦労しまして、手の感覚がすぐになくなってくるので、もうこれ公道では絶対乗れないって思ったんですけど、合っていないとやっぱり、無駄な力もね入りやすかったり、ただでさえね慣れない時って握り込んでしまったりとか、上半身手に力が入ってしまったりすると思うので、できればもうカスタムしないといけないぐらいやっぱり合わないっていう場合は合わせてもらった方がいいとは思うんですけども、これは本当に書いてあるので乗りやすくてありがたいです。余分な力が入るとね、アクセルでもねクラッチでも微妙なこの調節がねなかなかしにくいと思うので、そこも大事なポイントかと思うんですけども、では、スムーズに発信できない原因、操作面から、言ってみますね。教習所の中ではね、そんなにアクセルって必要なかったかもしれないんですけど、もうクラッチだけでね、なので発信する癖がついている人もいるかもしれません。あとですね、暴走してしまったっていう経験のある方だとやっぱりトラウマになってねアクセル開けるのが怖かったりっていうこともあるかと思います。ただ、公道で流れに乗るためにはですねアクセルは必須になります。その理由としてね大きく2つ、言えると思うんですけども、公道ってずっと平らってことはないと思います。そこへ向いて周りに合わせてタイミングよく発信しないといけなくなってくるので、クラッチだけだとね発信の力としては弱すぎるので、ちょっとでもね路面がボコッとしてたりとか、普段なら、全く気にならないぐらいのねちょっとした傾斜だったりしてもやっぱりエンストする確率が高くなりますよね。でもう一つの理由としては、乗り物の特性上ねアクセルを開けた方が車体が安定するからですね。身近な例で言うと自転車思い出してもらうといいと思うんですけど、例えば、自転車ですね、漕ぎ出す時スタートする時にこのペダル高い位置からぐっと踏み込んで発進するのと、あまり漕がないままペダル低い位置からスタートするのでは前者の方が、安定した出だしだと思うんですよ。ただ操作以前にですねそもそも意識を向けるところが適切でない場合があります。クラッチやアクセル、人によってはメーターでこれらを気にするあまりですね運転で一番肝心なことをね忘れてしまってたりします。そうですね、目線が、下がってしまうんですね、無意識に。というのも人はですね操作をする前に操作の前には必ず見るという行動をしています。行き先を見ていなかったらですねそもそもアクセルもねどれぐらい開けていいのかという判断もできません。なので、苦手な操作をする時ほどね自分が今どこを見ているかっていう目線を意識することも、大事ですが、要は発想を逆にして、見ることで、操作の方がしやすくなるかもしれません。意外とね自分では見ているつもりだったりするんですけど、うまくいかないってことは見ていないってこともありえますね。クラッチどれぐらい、アクセルどれぐらいっていうのを手元を意識するよりバイクが動き出しているかどうか、そして、普段普通に走ってる時と同じようにですね目線の位置を、少し意識するようにしてみてはどうでしょうか。で普段ですねある程度のスピードでまっすぐ走っている時の目線をちょっと思い出してもらうといいと思います。そういう時ってね 100m 走をね
走る時にゴールを目指しているような感じで、先の信号だったり何台も前の車まで見てたりしますよね。でそれは発進の時も一緒なんですね。で発進だけじゃなく、もちろん他のね、低速だったり停止だったり曲がるだったり全てに目線は、必要となってきます。ただその不安が出た時、自信がない、操作が増える時にですね、どうしても目線が無意識に下がってしまうんですね。発進の時も行き先というのは、目の前数メートル先ではないんですね。やっぱり何十メートルも何百メートルも先が行き先なので、最初はそこをすごく意識するといいかと思います。クラッチもアクセルもですね、自分のバイクの動きを見ながら調節していくものですので、目線は下げないことです。教習所の時をね、思い出してもらうと、例えばスラロームではこの時点ではもうここを見ていないとダメだよとか、一本橋でもね、目線が下がるとうまく通れなかったですよね。で一回一回ね、やっぱりうまくできなかった時はもちろんですけど、うまくいったっていう時も、何が良くてうまくいったのかっていうのも、その都度ね意識していくのも上達の早道かなとは思います。でもちろん乗ってなんぼなんですけども、免許を取ったからといって何も公道をね走ることばっかり考えなくてもいいと思います。もちろん場所があればですが、発進が苦手だったら発進の練習ばっかりでもいいと思うんですよ。ストップ&ゴーストップ&ゴー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 みたいな。で、ここもそうですけど、広いね場所だったり、そういうとこがね近くなれば一番いいですけども、あとですね、発進が苦手な時に坂道、ちょっとした傾斜があるところを使うのもねおすすめかなと思っています。で坂道の時ってやっぱ平地よりもアクセルは絶対いるし、であとクラッチのつながる感覚が分かりやすいかなと思うんですよ。はい、今日は、こんな感じで、終わりにしたいと思いますが、どうも最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。私もまだまだ修行中でございます。もうね、下手くその下の鼻くそとか言われながらもう何年経ちましたでしょうか。で少しレベルアップして鼻くそから下手くそになったねでお褒めの言葉をたまにいただいたりして、日々頑張っております。皆さんもね、どうか楽しく安全なバイクライフを。ではまた。